かつて日本中に嵐を巻き起こした者たちがいた。彼らは稲妻イレブンと呼ばれた。そのプレーに誰もが勇気をもらい心を震わせた。そして今その思いを引き継いだ者たちが歩き出そうとしている。ここに新たな稲妻イレブンの伝説が始まる。てっぺん目指そう、まっすぐ向かってスタート切ろう。てっぺんへそうてっぺんさ、てっぺんしか見えない。生きてるだけで勝手にやってくる勝負どころ、二つに一つ選べてついに来ちまった。焦ることはない、運命は決まってたんだ。どうする、やるかやめるか、やめちまうか、いらやるだろ。間違うことを恐れるな、諦めることを怖がろう。心配ないさ、信じ合えるチームだろう。全員で進むぜ、俺たちは間違えない。出会った時から重ねた時間、決して無駄にはしない。てっぺん目指そう、まっすぐ向かってスタート切ろう。てっぺんへそうてっぺんさ、てっぺんしか見えないさ。ダッシュするぜ、猛烈ダッシュ、猛烈猛烈ダッシュダッシュ、ダダダダダダダ、激ダッシュ、激アツ激烈激ダッシュ。明日への船出。アスト、行ったぞ。行くぞ。来い。なんだよちっくしょみんなそろそろ休憩だ。ゴージン先輩、いいシュートでしたよ。いけると思ったんだけどな、あれを止めちまうとはな。コースがもう少し鋭ければ止められなかったと思います。腕を上げましたね先輩。そうか、確かに自分でも走ってるって手応えは感じてたぜ。あれなら本土のチームと戦っても通用しますよ。おだてんなよ。サッカーはいいよね。嫌なこととか悩み事とか全部忘れさせてくれる。のりかさんにも悩みとかあるんですか？それは意外ですね。こらパンチ食わすよ。怖っ。でもさ、試合とかしたいよな。いいね。やりたいな。確かにこの島だと敵チームといえば小学生のチームかおっちゃんたちのチームだもんな。だけどそれもマンネリだよな。やるとすれば本土のチームとだよね。よし、じゃあ俺校長に掛け合ってみるよ。島を出て練習試合に行かせてくれって。おいおい、キャプテンは俺だぞ。俺も一緒に行ってやる。本土の学校に練習試合の依頼をしてもらえるように頼んでみるか。本当ですか？練習試合？残念ながらそれどころではありませんよ。サッカーは熱くなりすぎました。稲国はその熱さについていけなくなったのですよ。どういうことですか？スポンサー制度というのを聞いたことがありますか？はい、本土の方で始まった制度ですよね。人気がありすぎるサッカーにおいて安全なチーム運営には莫大な資金が必要。その資金を提供してチーム運営を支えてくれるのがスポンサーです。先日少年サッカー協会で日本の全サッカーチームにスポンサーをつけることが義務付けられました。しかし残念ながらこの稲国中サッカー部にはスポンサーはいない。まさか廃部ってことですか？そんな、みんなこの島でサッカーすることが大好きなんです。そんなことは関係ありません。意味があるのは君たちにスポンサーがいるかいないか、それだけです。
この島でもそのルールが適用されるんですか？ここではサッカーに人が集まりすぎて危険になったりすることもないでしょう。ルールはルールです。例外はありません。というわけで稲国中サッカー部は廃部と決定しました。そんな。何ですかその反抗的な目は。なんだよあれ。サッカーグラウンドが。サッカー部を廃部になんかさせない。まったく暑いですね、サッカーをやる連中は。サッカーは絶対に渡さないぞ。アスト、これはどういうことなんだ？サッカー部が廃部だって言われて。廃部だと？俺は認めない。あ、どうですかね。やめてください。あ、ここは俺たちのグラウンドなんです。何を言ってる。ここはもう別の用途に使うことが決まっている。邪魔だ、あっち行ってろ。待ってください。どけ。この野郎。アスト、アスト。仕事の邪魔をするな、しつこいぞ。廃部なんかにさせない。アスト、もうやめろって。やめない。アスト、俺はサッカーを絶対にやめねえぞ。廃部は許せないけど、こんな無茶をして。じゃあノリカは平気なのか？サッカーができなくなって。そりゃもちろん嫌だけど。工事を一時的にやめさせたところで根本的な解決にはならない。その通りだ。サッカーを続けるには何か手を考えないと。俺はサッカーを諦めない。絶対に諦めない。大変だ、アスト。お前のお母さんが。母ちゃん、母ちゃん。アスト、その顔はどうしたの？なんでもない。それより母ちゃん苦しいのか？ごめんねアスト。母ちゃん、お前と一緒にいてあげられそうにないわ。何言ってんだよ。そんなことないだろ。俺たちずっと二人で楽しくやってきただろ。これからもずっと。アスト、人にはいつか別れが来るわ。でも本当につながった絆は決してなくなることはない。アストと母ちゃんも永遠につながってる。そんな。母ちゃん死ぬな。サッカーだけじゃなく母ちゃんまで俺の前からいなくなるのか？アスト、サッカーはいなくならない。お前が必要とする限りサッカーはそこにある。アスト、お前にはずっと明日がある。母ちゃん、母ちゃん、母ちゃん。アストは大丈夫かな？てっぺんがけだろ、多分。だろうな。起きろ、アスト。
皆さんにお伝えしておきます。稲国中サッカー部に廃部を逃れる道が出てきました。廃部にならないんですか？条件付きでスポンサーになってもいいと言ってくれる方が現れたのです。本当ですか？その条件とは？フットボールフロンティアに出場して一勝を挙げること。フットボールフロンティアってサッカー日本一を決めるあのフットボールフロンティアですか？そうです。ですが到底無理なので断ろうと思っていますがね。おい待てよ。まだ無理と決まったわけじゃ。考えるだけ時間の無駄でしょう。でもそんなに大変なのか？フットボールフロンティア一勝って。そりゃもう一回勝つだけだろ。今のフットボールフロンティアは出場するだけでも相当の実力を要求される。ましてやそこで勝つなんて。やります。やります。フットボールフロンティアでの一勝上げてみせます。簡単に言うな。俺たちには出場資格もないんだぞ。それなら心配いりません。出場資格ならありますよ。あなたたちは東京のサッカー強豪校ライモン中に編入していただきます。ライモンの一員となることでフットボールフロンティアへの出場権が得られます。ライモンってあのライモン中？君たちならやりたいなんて無謀を言い出すかもしれないと思ってね。前もって手配しておきましたよ。つまり僕たちはこの島を出て東京に行くということですか？そうなりますね。それしかサッカーを続ける道はありません。まあそれを決断したところで勝利の可能性はほぼゼロです。ありがとうございます。俺絶対にやります。サッカーを続けるためにフットボールフロンティアに出場します。マジかよ。でも俺たちだってずっと練習してきたんだ。きっとやれるさ。アストですがすでに試合のプログラムは決まっているのです。あなたたちの対戦相手は青翔学園。現在全国ランキング1位のチームか。みんな迷うことはないだろ。俺たち東京に行くんだ。東京に出てサッカーを取り戻すんだ。フットボールフロンティアか。たった一勝。けど相手はあの青翔学園。勝ち目ないでごす。やる前から負けムードかよ。誰？転校生がサッカー部に入るって聞いてました。田舎島の自然の中で技の特訓でもしようと来てみたが腰抜けの集まりとはな。ここでサッカーやっても得るもんは何もなさそうだな。なんだと？お前らはサッカーを続けること以前に戦うことですらビビってる。そんな奴らがフットボールフロンティアで勝てるわけがねえ。てめえ言わせておけば俺たちが本気になれば1勝や2勝くらい。フットボールフロンティアはサッカー日本一を決める大会だ。元よりその可能性がない学校は出場前に運営委員会に辞退を求められる。そんな大会に必殺技の一つも使えず島を出る勇気もないお前たちが勝てるわけはねえよ。てめえ待って。せいぜいサッカー以外の楽しみでも探すんだな。俺はやるよ。俺はサッカーを諦めるわけにはいかない。みんなが反対でも俺は絶対にやる。東京でサッカーを取り戻すんだ。ゴージンさん、あんなやつの挑発に乗るなんて。挑発に乗ったわけじゃねえ。俺やってみたくなったんだよマジで。だからって生み出すんだ必殺技を。必殺技があれば勝てるかもしんねえだろうが。必殺技の特訓ってことですか？笑えないですよ、はっきり言って。お前聞いたことはあるか？ファイヤーレモネードって。トルネードですよね。ばあちゃん、俺さ
東京行く。東京で勝てたら俺たちまだサッカーできるらしくてさ。そうかい、寂しくなるね。ごめん。だけどキーちゃんなら勝てるよ。勝てるよね。東京はさ、飯はうめえのかな。ハンちゃんはもう行くって決めたでごすか？島離れたくはねえけど、俺やっぱサッカーしたい。そっか。ゴーレムはまだ迷ってんのか？ハンちゃんはやっぱりすげえな。どうした？親父、俺東京に行こうと思うんだ。ほう、半人前のお前が東京にな。半人前だから行くんだよ。サッカーでくらい一人前にならねえと。そうか。ごめん。食え。俺の選別だ。向こうに行っても他の奴らに負けんなよ。親父。そうか、東京か。寂しくなるが、お前が決めたことなら父さんは何も言わない。でも母さんにはきっと反対される。心配するな。父さんから話しておこありがとう。東京に行くか島に残るか選ばなきゃならないなんて。結構ちゃんと練習してきたから、本土のチームにだって負けない自信はあるけど、島を離れるのは辛いよ。なんでサッカーを自由にやっちゃいけないの？だからさ、スポンサードされてないチームが行きがってもどうにもなんないわけ。そんなのおかしいよ。私たちただサッカーがしたいだけなのに。ノリカだって気持ちは固まってるんだろ。ノリカさんも島離れたくないんですよね。サッカーを続けるためにはこの島を離れなきゃならない。それは分かってる。だけど私がいなくなると母さんが。ノリカあたしゃ元気なんだからね。ここで逃げたら海の女じゃないよ。母さん、まさかここでの会話あそこまで聞こえてないですよね。母ちゃん、俺この島を出てサッカーに会いに行くよ。サッカーはいなくならない。俺が必要とする限りサッカーはそこにある。だよね。俺は絶対にサッカーをこの島に連れ戻してみせる。母ちゃん、見守っててくれ。任せとけ。行ってきまーす。頑張るでこし。みんな元気でね。みんな頑張ってくれからね。行ってくんぞー。これが来門中。なんかサッカーをやってた先輩たちの声が聞こえるみたいだ。ここでまたサッカーできるんだね。うん、なんか燃えてきたぜ。あ、泣ける。感無量。でも前年度のフットボールフロンティア優勝校がなぜ僕たちを受け入れるんでしょうか。この学校には今サッカー部はない。なんで？詳しい事情は知らんが、サッカー部は訳があって休止している。なので俺たちがサッカー部の施設を使わせてもらえるんだ。ちょっと待ってください。ということは1週間後の試合に出場するのはここにいるメンバーのみってことですか？そうなるな。あれ、みんな知ってました？あれうん、なんとなく。流れででごし。ここはもしかして
サッカー部の部室じゃない？今は使われてないって感じだな。でもなんかご利益はありそう。よし、なんかやる気出てきた。試合まで1週間、猛特訓して青翔学園に勝つんだ。ライモン中と青翔学園の面々がフィールドに散っていきます。ライモンは昨年とはメンバーが一新しています。どんなプレーを見せてくれるのか。そして対するは今大会の大本命青翔学園です。練習試合によるランキングレースでは帝国学園を破り1位の座を獲得しています。田舎島の者たちがどれだけやれるんでしょうね。あら、稲国島ですわよ。とにかく田舎者ってことですわ。のんびりしてるわね。どんくさそう。静かにしなさい。いよいよだな。はい。アスト、サッカーはいなくならない。お前が必要とする限りサッカーはそこにある。見てろよ母ちゃん、俺はサッカーを取り戻す。やる前から結果は見えています。この状態でフィールドの悪魔にぶつけるなんて、あなたはあの子たちを潰す気ですか？始まりました。ライモン中対青翔学園。ライモンの速攻。稲森、ボールを持って切り込んでいく。始まりますよ、世紀の番狂わせが。おっと、稲森、小僧丸にバックパスだ。小僧丸、トリッキーな切り込みを見せる。予想外の展開だ。これがファイヤーレモネード。トルネードです。ランキング1位の青翔学園になんと新生ライモン中が先制。大興奮の観客、ライモンイレブンも嬉しそうだ。やったじゃないか小僧丸。やりましたね。それにしてもうちが先生とは。さあどうする灰崎。あれ何？聞いてねえし。確かに必殺技を使えるとはデータになかったな。しかも走力がデータより 17% もアップしている。調査班がミスったのか？いや違うね。あいつらは出したんだよ、底力ってやつをな。面白い。俺ついに見つけちゃったかもしんない。あんたの言う光ってやつをよ、キド。彼らの目、それがどうかしましたか？サッカーをやって彼らは楽しんでいるの？それはないでしょう。だよね。俺たちはお前を倒す。やってみろよ。S ゾーン開始。S ゾーン開始。S ゾーン。青翔学園、あっという間に追いついた。これが敵の必殺技。強烈でごすな。くそ、なんて威力だ。どうした？立てよ雑魚。そうそう、それでいい。
まだ試合は始まったばかりだからな。あいつがフィールドの悪魔灰崎。さあ試合再開です。1対1の同点となりました。勝利の女神はどちらに微笑むのか。なんだこの圧迫感は。キャプテン、プレッシャーが迅速すぎる。戻れ。はい。これが青翔学園か。それでも俺たちは負けられないんだ、絶対に。フィールドの悪魔。勝手に入ろうとしてるし。やっぱ開かないか。でも確かに島の学校と違うな。なんかよ、気持ちがこうグーッと上がってくるよな。実力上げろよ。あいつらじゃないか、サッカー部に入るってやつら。田舎者がサッカーとかできんのかよ。あなたたちが稲国島から来たサッカーチームね。そうだけど、あんたは？私は帝アンナ、生徒会長として全てのクラブ活動の管理を担当しています。新生サッカー部がどうなるのか見極めるのも私たち生徒会の役目なの。見極めてどうすんだよ。継続する価値がないと分かれば排除します。スポンサーもいないチームがライモンを名乗るなんて身の程知らずもいいところですわ。俺たちは勝ってサッカーを取り戻すんだ。へえ、あなた相手が誰か分かって言ってるの？相手？青翔学園のエースストライカーはフィールドの悪魔と呼ばれている。彼に見入られたらチームは再起不能になるまで叩きのめされる。それでいくつものチームが解散に追い込まれているの。フィールドの悪魔。彼の名は灰崎良平。聞いたことがあります。彼が出てくると必ず10点を超える大量得点で青翔学園は勝利する。ただし彼が出てくるのは確率的には3試合に1度。あなたたちの苦順はどうかしらね。それに万が一ランキング1位の青翔学園にあなたたちが勝つようなことがあれば天地がひっくり返るわね。それなら勝ってひっくり返してやる。とにかくあなたたちの初戦お手並み拝見と行かせてもらうわ。て嫌味な奴らだぜ。まあこの学校の人たちから見れば僕らはどこの馬の骨ともわからない田舎者。そうやすやすと大人気だったサッカー部の代わりとは認めてもらえないでしょう。それもそうか。よかった。皆さんは稲国島から来たサッカーチームの方ですよね。つまりあなた方が新ライモンイレブン。君は？申し遅れました。私は僭越ながらライモンサッカー部のマネージャーを務めさせていただきます。大谷つくしと申します。よろしくお願いします。マネージャー、言われてみたら名門サッカー部だもんな。いて当然か。元のサッカー部のマネージャーさんたちも今はお留守なので、私大谷つくしが新マネージャーとして全力で務めさせていただきますね。はい、よろしくお願いします。では校長がお呼びですのでご案内します。君たちが稲国島イレブンか。話は聞いているよ。我が校でサッカーを楽しんでくれたまえ。はい。校長、一つ聞きたいことがあります。本来のサッカー部はどうしてるんですか？では話しておくとしよう。我らが来門中サッカー部の者たちが背負った使命を。来門中は少年サッカー界ではもはや伝説。無名から一気に優勝校となったわけですからね。40年間一度も負けることのなかった強豪帝国学園に勝利し、さらに最強と謳われたゼウス中をも打ち破った。はい、来門中を知らないサッカー選手なんていません。そんなにすごいチームがなぜ？今彼らは日本が世界に羽ばたくために力を尽くしてくれています。サッカー協会員としてね。サッカー協会員？彼らは日本全体のサッカーのレベルを上げるために全国各地のサッカー部に所属してリーダー的な存在としてチームを引っ張ってくれているんです。実際に彼らの入ったチームはめきめきと実力を上げ、フットボールフロンティアの出場権を得る勢いですよ。
いやー、ライモンサッカー部の遺伝子を持ったチームと対戦する日が楽しみで仕方ありませんね。ライモンサッカー部の遺伝子。では君たちもその名に恥じぬよう頼みますよ。はい。ああ、今我々にはスポンサーがいないので本来フットボールフロンティアには出場できないのですが、手続きが遅れているだけだと報告しておきましたのでご心配なく。さあ後のことは監督に頼んであります。ごきげんよう。全員整列。私がコーチの亀田だ。こちらが張金雲監督です。皆さん楽に。監督が中国人？体がでかいでこす。お前もな。これより君たちはこのライモンの正式なサッカー部員となる。誇りを持って行動してくれたまえ。はい。それではユニフォームに着替えてきてください。ユニフォーム。これがライモンのユニフォーム。なんか派手すぎねえか？かわいいじゃん。ライモンのユニフォームを着ることができるなんて感動。うん、いい感じだ。なんか気分出ますね。俺たちがライモンイレブンなんだな。なんだか実感が湧いてきた。興奮してきたでごす。皆さん素敵です。元のライモンの皆さんが頑張っていたとこ思い出しちゃいました。そっか、つくしさんは遠藤さんたちのこと知ってるんですよね。誰だそれ？ゴージン先輩、それやばいです。まさかそこまでとは。遠藤守、無名だったライモン中を全国優勝校までのし上げた伝説のキャプテン。確かに遠藤君はすごい人でしたよ。はっ、泣いてる場合じゃない。皆さん、これよりイレブンバンドをお配りしますね。イレブンバンド？これもサッカー選手に義務付けられた制度の一つです。そのバンドで選手の運動量を測ったり、試合中では監督からの指示を受けたりできるんですよ。へえ。過度な練習をやらされてないかとか、体調は万全かとか、皆さんを守るためでもあるんです。あ、それが監督からの集合の合図ですね。練習メニューを拝見しました。これは一体何ですか？こんなひどい練習メニューは見たことがありません。そうですか？あなたにはサッカーの知識は終わりになるんですか？まあちょっとだけは。ちょっとだけ？だから私はサッカーよりクンフーの方が得意ですから。ちょっと待ってください。どういうことですか？来ましたね。11人全員揃いました。よろしい。では初日ですが早速練習ですよ。皆さん覚悟はよろしいですか？はい。では1週間後の試合に向けた練習プランを説明します。はい。本日1日目、河川敷を走る川沿いコース100往復。1日目以上。試合は1週間後ですよ。それが試合直前にやる練習ですか？2日目、稲妻坂の上り下り100回。3日目、展望公園タイヤ引き100周。4日目、稲妻商店街のゴミ拾い1人100袋ずつ。5日目、鶴亀公園外周のドリブル100周。6日目、休憩。練習メニュー以上。では皆さん、島から出てきて水が合わず辛いと思いますが、早くこの町に慣れてくださいね。はい、ミーティングはここまで。待ってくれよ。俺たちは勝つための特訓をしたいんだ。必殺技とかそういうのを頼む。そんなに焦らなくてもいいでしょう。だからこっちとら次の試合に勝たなきゃサッカーができなくなるんだよ。なるほど。ではお聞きしますが、これからサッカーを続けていくためにあなた方がすべきことは何だと思いますか？それはやっぱり練習です。それで？練習をやりまくって青翔学園をぶっ倒す。それで？スポンサーがついてサッカーを続けられるようになります。チクタクチクタク。ブブー。なんでですか？あなた方がサッカーを続けていく方法、それはズバリ
負けないことですね。何この二丁、人をおちょくってやがる。おじさん、だから勝つための特訓がいるんだろうが。言っておきますが、私の練習指示は絶対ですよ。サボったらその11バンドですぐに分かりますからね。なんか違わねえか。死にそうです。なんで試合前に体力作りですか。来て早々にこれかよ。でもなんか町の人からいっぱい声かけられたね。ライモンのユニフォームはこの町の人にとっては神聖なものだろうからな。ここみたいだね。木枯らしそう。ここに住むことになるんだな。新築ね。木の匂いとかいい感じ。島以外のところで寝るのは初めてでごす。眠れるか心配でごす。すぐに慣れるよ。サッカーができるだけじゃない。フットボールフロンティアに出場できるんだ。夢みたいだ。負ければそこで終了だけどな。勝つさ、絶対に。あんたたちが田舎島の子たちだね。ああ、こればあさん、稲国島だ。間違えんな。あら、そうなの。うろ覚え。めんごめんご。あなたが管理人さんの風明さんですね。風明米だよ。米さんとでも呼びな。さ、入った入った。米さん、お世話になります。お世話になります。フィールドの悪魔と対決か。なんかワクワクするな。アストは怖くないのか。潰されるかもしれないんだ。でもさ、サッカーで強いやつと戦える。しかも全国レベルだ。怖いって気持ちもあるけど、どんな戦い方をするのか楽しみだろ。きっとすげえやつなんだろうな。お前らしいな。俺さ、母ちゃんに約束したんだ。きっとサッカーを連れて帰るって。ああ、俺たちのサッカーを取り戻そう。うん。試合開始早々に先取点を挙げたライモンだったが、青翔学園の猛攻にすでに5点を取られているぞ。こんなところで負けるわけにはいかない。けどこいつらのどこに戦う価値がある。灰崎、次のライモンとの試合出てもらうぞ。はあ、軌道か。試合に出るかどうかは俺自身で決める。教会員であろうと俺に指図はさせねえ。だがお前は出るさ。なんだと。お前ならあのチームに興味を示すはずだ。必殺技もろくに使えないチームのどこにそんな価値がある。さあどこだろうな。潜在能力というべきか。ほう、ピッチの絶対指導者木戸優斗様があんな草チームを気にするのか。待て灰崎。ああ、探してるんだ。お前は探している。自分を闇から救ってくれる何か。ライモンはお前にとって光になるかもしれない。俺をけしかけておいて自分はどこに行っている。木戸、見せてみろよ、お前らの潜在能力ってやつをよ。お前ら抜かせるな。あいつ一人にやられてんじゃねえぞ。分かってますけど。止められない。フィールドの悪魔ってこれが。絶対に通すな。これ以上点はやらない。最後まで戦うんだ。負けるもんか。絶対に諦めない。止めてみせる。
程度かよ。期待した俺がバカだったぞ。10対1の大量得点で青翔学園ランキング1位の風格を見せました。一方期待されたライモンでしたが、やはり稲国島から出てきたばかりの新メンバーでは青翔学園の相手としては荷が重かったのか。当然の結果ですね。そうなんだけど、西影、あのライモンのこと少し調べてくれないか。わかりました。ザーコンが珍しいな、お前が熱くなるとは。ちょっとあいつらのサッカーを見てムカついただけだ。ほう。ザコのくせに目だけは一丁前にギラギラさせてやがった。ああ、お前があいつらを見てイラついた理由はあいつらが本気で勝とうとしていたからだ。これで終わりですね。もうサッカーはできないんだね。こんなにもあっけなく終わるなんて。やはりこの程度。所詮田舎島の野良猫ってところかしら。みんな、なんだよその顔は。絶対にサッカーはいなくならない。諦めなければ必ずチャンスは来る。アスト、俺たち今までサッカーに救われてきた。辛いことだって乗り越えられてきたんだ。だからサッカーは渡さない。いつか絶対に取り返す。あ、そうだ、みんなせっかく東京に来たんだ。少し観光していかない？時代サンシャインタワーで街を見渡そうよ。いいね、そうしよう。アレスの予想通り青翔学園の勝利ですね。当然だ。アレスは全てを見通している。しかしあのライモンのチーム、何か引っかかる。そうですか。私にはただの田舎者たちの集まりにしか見えませんが。すっげ島じゃ見られない景色だな。ー、やはり東京はすごいですね。これが東京のてっぺんか。アスト、ここでサッカーができると思ったのに。母ちゃん、ごめん。俺たちもっとサッカーしたかった。ハンちゃん、こんなとこでかよ。はいはいはい、ライモンイレブンの皆さん、あなた方のプレーには感動いたしました。実に素晴らしい。誰ですか？私、アイランド観光の社長、島袋育太郎と申します。お見知りおきよ。あのアイランド観光？夢か？大手の旅行会社ですよ。俺たちのプレーを見てくれたんですね。ありがとうございます。いやー、本当に感動的な試合でした。でも負けたんですよ。試合は勝ち負けではありませんよ。あの青翔学園から1点をもぎ取り、しかも最後まで正々堂々としたプレー、実に良かったです。でも負けは負け。これで俺たちのサッカーは終わりなんです。いいえ、終わりませんよ。当社アイランド観光はあなた方稲国中11、すなわち新来門中のスポンサーをやらせていただきます。あなた方は試合に負けても気持ちで負けていませんでした。私はそこに心を動かされたのですよ。本当ですか？ってことは俺たちはまだサッカーができるんだ。そうか、そうだったのか。何がだ？監督が言った言葉の意味だよ。あなた方がサッカーを続けていく方法、それはズバリ負けないことですね。負けないってことは、たとえ試合に負けても気持ちで負けないことで道は開けるって言いたかったんじゃないかな。それに試合までの1週間、あの練習のおかげで街のいろんな場所に行けて、街の人たちと知り合えて、知らない街に来たはずなのにすごく楽しかった。確かにあれだけ島に未練タラタラだったみんなが帰りたいとは一言も言わなかったな。監督は俺たちに
サッカーを続けさせるための特訓をちゃんとやってくれたんだ。恋する乙女よ、あいつをずっと待つ身よ。悲しい悲しい雨模様、このまま流れ消えちゃうよ。素直な子になれない、会いたいと伝えられない。あたね純情が、私は恋する乙女よ、本当の私は弱いよ。だけれど口から出ちゃうよ、憎まれ口が出ちゃうのよ。可愛い性格羨ましい、甘えたりおねだりしたり、あできない変なジョークが、私は恋する乙女よ、本当の私は弱いよ。だけれど口から出ちゃうよ、憎まれ口が出ちゃうのよ。次の試合が決まった。さあ練習。練習メニューをくじ引きで。次回稲妻イレブンアレスの天秤、謎の監督超金運。稲妻イレブン今日の格言。サッカーはいなくならない。自分が必要とする限りサッカーはそこにある。以上。